今日はいちかたちといろいろ話せて楽しかったな。でも、帰りに会ったあの子、どうしてるかな。あの子が置いていったノート、どうしよう。もういらないって言ってたけど。そうだね。でも、捨てるかどうかすごく迷ってた気がする。本当に、もういらないのかな。ちゃんと確認したいけど、あの子もいなくなっちゃったし。ノートに手がかりとかないかな。そうですね。名前とか書いてあったら。あ、何か落ちたよ。ルーズリーフだ。ノートに挟んであったんだね。あれ？曲が書いてある。もしかしたらさっきの子の手がかりになるかも。悪いけど少し見せてもらおうかな。これあの子が作った曲かも。何度も書き直した跡があるんだ。まだ作ってる途中みたいだけど、いろんなアレンジを試しながら何とかして自分の思いを表現しようとしてるんだと思う。元気を出してっていう励ましかな。この子の優しさと思いやりがすごく伝わってくるよ。すごいですね。そこまでわかるなんて。かなでちゃん、名探偵さんだね。私がそう感じたっていうだけだから合ってるかはわからないけどね。それでノートには名前書いてあった？あ、いえ。ノートの表紙にも作曲用って書いてあるだけです。作曲用？そんな大事なノートもういらないなんて。何があったんだろう。置いておいたらゴミとして回収されるかもっていちかがノートを預かってくれてるけど。歌？あの子と会う前に聞こえた曲と似てるような。でも、どうして私のスマホから？それに、今の声ってミクの…え？あれ？世界？アンタイトル再生してないのに。あ、この歌、木から聞こえてきてる。なんだろう。なんだか呼ばれてるような。木に触ったらいいのかな。あ！やっぱり、この世界に繋がってた。はるかちゃんだ。みんなも来てたんだ。あ、また会えたね、はるかちゃん。うん。私も、また会えて嬉しいな。そういえば、私たちの世界にある木から、ミクの歌が聞こえてきたんだけど。はるかちゃんもあの歌聞いたんだね。私たちもそうなんだ。うん。あれって、今日私たちがノートの女の子に会った時に聴いた曲だよね。ルーズリーフに書いてあった曲とも一緒だと思う。
やっぱりそうなんですね。でも、どうしてミクがその曲を知ってたの？前にみんながここに来てくれたことがあったでしょ。あの後、私はみんなのとは違う誰かの思いのかけらを拾ったの。誰かの思いのかけら？そのかけらからは時々歌が聞こえてきていたの。それがさっき私が歌っていた曲だよ。え？あの曲はあの子のオリジナルみたいだし、それが聞こえてきたっていうことは。多分、思いのかけらの持ち主ははるかちゃんたちが会った女の子なんじゃないかな。すごいよね。こんな偶然があるなんて。偶然じゃないかもしれない。え？この世界でみんなが出会ったのも、あの子とみんなが出会ったのも、きっと何かの思いが共鳴してるんだと思う。どういうこと？みんなって思いのかけらがどういうものかは知っているよね。キラキラしてて、触るとそのかけらの思いの世界に行けたりするんだよね。たまに世界で見るけど。確か、世界を作ってる私たちの思いに引き寄せられるんだったっけ？思いは似ている思いと共鳴するの。みんなの世界に誰かの思いのかけらがやってくるのも、その共鳴が起きているからだよ。じゃあ、ミクが見つけた思いのかけらも。この世界を作っている思い。特に、今ここにいる、はるかちゃんたちの思いに引き寄せられたんだと思う。それと、みんな、見て。これがそのかけらなんだけど。あれ？光ってない。というか、色がくすんでる？ここ見て。おっきなひびが入っちゃってる。本当だ。本当の思いを否定されたり、押し殺したりしすぎると、こうやって思いのかけらに影響してしまうの。私が見つけた時は素敵な歌が聞こえたんだけど、急に聞こえなくなったと思ったらひびが入っちゃって。あの時、泣いてたのも何か事情があったんだ。もともとこの思いのかけらは限界が近かったんだと思う。それで近しい思いを持つ誰かに助けを求めていたんじゃないかな。だからこの世界もかけらの思いに応えて、みんなが思いのかけらの持ち主と出会えるように導いたのかも。もしそうなら、確かにあの出会いは偶然じゃなくなるけど。でも待って、世界ってそんなにすごいことができるの？少なくとも私はそんな世界見たことないよ。だけどこの世界は5つの世界とつながっていて、思いの持ち主以外の子たちの思いも一つになっているみたいだし、そうやって人と人、思いと思いをつなげることができる世界なのかも。人と人、思いと思い。何？かけらの日々が大きくなっミク！
真っ暗。ここは、どこ？みんなは、胸の奥が、痛い。苦しい。体も、鉛みたいに重くて、息も、あ、知ってる、かもしれない。この痛みと苦しみ。私も、昔、大丈夫？怪我してない？あ、大丈夫。ミクは？思い切り突き飛ばしちゃったけど。私は平気だよ。かばってくれてありがとそれにしても、今のって。かけらのひびから黒いもやが。これ。う。もう、限界なんだと思う。このまま放っておいたら、砕けてしまうかも。そんな。黒いもやに触れた時の感じ。アイドルを辞める前の。ステージに立ちたいのに、どうしてもできなくて、もがいてた頃の感覚と、なんだか似てた気がする。ミク、思いのかけらが傷つくのって、誰かに思いを否定されたり、押し殺したりしてる影響って言ってたよね。だったら、かけらの思いをしっかり受け止めることで、これ以上傷つくのを防げたりしないかな。あの黒いもやに包まれた時、あの子の思いに触れられた気がするの。真っ暗で、何かに押しつぶされそうな苦しさと悲しさの中でもがいてるような感じだった。苦しさと悲しさ。それを少しでも吐き出せたら気持ちが楽になるんじゃないかって。ミク、やらせてもらえないかな。確かに、誰かに思いを受け止めてもらえたら、かけらがバレるのを防げると思う。じゃあ、だけど、ここまでかけらが傷つくなんて、きっと大変なことがあったんだと思う。それを、はるかちゃんが無理に背負う必要はないんだよ。心配してくれてありがとう、ミク。でも、今、あの子の思いのかけらを守れるのは、ここにいる私たちしかいない。私は、ごめんなさい。私は、あの子にも思いのかけらにも、これ以上傷ついてほしくない。どれだけ苦しい思いをしていても、希望を届けたいんだ。だから、そのためなら、どんな思いだって受け止めてみせる。はるかちゃん、やろう、はるか。私も、あの子に笑顔になってもらいたいな。このまま見て見ぬふりなんてできないしね。みんな、ありがとう。
れじゃあ、もう一度思いのかけらに触ってみるね。お願い。あなたの思いを私たちに教えて。さっきと同じ。弾き飛ばされそう。でも、ありがとう。支えてくれて。お願い。一人で泣かないで。どうしてそんなに悲しんでるのか。どうしてそんなに苦しそうなのか。ほんの少しでもいい。私たちに教えて。あなたの思いを。あなたが抱えている気持ちを。嫌だよね。苦しいよね。でも、このままじゃきっと、もっと苦しくなっちゃう。だから、少しだけ勇気を出してほしいの。あなたが手を伸ばしてくれれば、私はあなたがどんな暗い場所にいても、どんなに苦しい思いを抱えていても、その手をつかむよ。あなたに希望を届けるために。思いのかけらが。ここって。ばあば、今日もお歌作って。あらあら、ミミちゃんは本当にばあばが作るお歌が好きね。おばあちゃん、体だけじゃなくて、指もすごく痩せてた。ピアノももう全然弾けないって。あんな、悲しそうに、どうしたら、昔みたいに笑ってくれるかな。歌だって、また一緒に。あ、そうだ。この声って、私たちが会った子だ。おばあちゃん、曲の作り方、たくさん教えてくれてありがとう。おやすみなさい。みんな、大丈夫？ミク。私は大丈夫。かなでちゃんは？私も。思いのかけらは？ここにあるよ。見て。黒いもやが収まってる。ミク、これって。ひとまず、今すぐ割れちゃう心配は、なくなったと思う。はるかちゃんが、みんなが、思いを受け止めてくれたおかげだね。よかった。あとは、このひびがなんとかなれば。これ？戻っちゃうピカピカだ。待って、まだみんなと話したいことが。